三月期。老政の李朝は博学才英、天保の末年、若くしてなお古坊に連ね、ついで江南意に干せられたが、政見解、自ら頼むところすこぶる厚く、千里に甘んずるを潔しとしなかった。官職を退いて故郷の閣略に帰り、ひたすら漢詩を作った。しかしなかなか有名にはならず、生活は徐々に苦しくなった。家族のためにも何とかしないと、そう考えてやりたくはなかった地方の役人となった。一方これは己の修行に半ば絶望したためでもある。かつての同輩はすでにはるか高位に進み、彼が昔鈍物として滋賀にもかけなかったその連中の加盟を廃さねばならぬことが、往年の春祭李朝の自尊心をいかに傷つけたかは想像に難くない。彼は往々として楽しまず、強敗のせいはいよいよ抑えがたくなった。そっか、これで発狂するんだ。ちょっとかわいそう。ある夜半、急に顔色を変えて寝床から起き上がると、何かわけのわからぬことを叫びつつ、そのまま下に飛び降り。その後、李朝がどうなったか誰も知らない。翌年、観察御師陳軍の円さんという者、勅命を報じて霊難に仕えし、道に将王の地に宿った。次の朝、まだ暗いうちに出発しようとしたところ、疫痢が言うことに、これから先の道に人食いドラが出るゆえ、旅人は白昼でなければ通れない。円さんはしかし、友回りの多勢なのを頼み、疫痢の言葉を退けて出発した。危ないところだった。危ないところだった。その声は我が友、李朝氏ではないか。いかにも自分は老政の李朝である。なぜ草むらから出てこないのか。馬から降りて草むらに近づき、懐かしげに休活を助した。自分は今いるのみだ。どうしておめおめと友の前に姿を出せるだろうか。しかし今恥ずかしさを忘れるほど懐かしい。どうかしばらく話をしてくれないか。その時円さんはこの超自然の怪異を実に素直に受け入れて、少しも怪しもうとしなかった。なぜこんなことになったのか。あれは今から1年前の。円さんって李朝の親友なの。温和な性格だから李朝と会ったのね。1年前、女水のほとりに泊まった。夜中、何かに呼ばれて野山を駆け巡った。少し明るくなってから谷川に臨んで姿を映してみると、すでに虎となっていた。なぜこんなことになったのか全くわからない。自分はすぐに死を考えた。しかしこれが虎としての最初の経験だった。虎の中に人間の心と動物の本能が同居してる感じかしら。それ以来今までにどんな所業をし続けてきたか、それは到底語るに忍びない。ただ一日のうちに必ず数時間は人間の心が帰ってくる。しかしその人間に帰る数時間も日を経るに従って次第に短くなっていく。今まではどうして虎などになったかと怪しんでいたのに、この間ひょいと気がついてみたら、俺はどうして以前人間だったのかと考えていた。これは恐ろしいことだ。俺の中の人間が消える前に、今でも暗唱できる漢詩を記録してほしい。わかった。お前たち書き取りなさい。
長短およそ30編。拡張項が異種択一。しかし、このままでは第一流の作品となるには、どこか非常に微妙な点において、欠けるところがあるのではないかと。円さんはそう思った。っていうか、めっちゃ自己中よね。わらわら。恥ずかしいことだが、今でも俺の詩集が有名になっているのを夢に見るのだ。笑ってくれ。哀れな俺を。そうだ、今の気持ちを即席の詩にしてみよう。たまたま心を病んで人間ではない生き物になって、次々と災いが起こり逃れることができなかった。今、誰が私の爪や牙に歯向かってくるだろうか。いや、誰も歯向かったりしない。昔は、君も私も秀才として評判が高かった。しかし今、私は人間と異なる生き物になって草むらの中にいるのに対し、君は出世してように乗り、勢いが盛んだ。この夕暮れ、私は山谷谷を照らす月に向かって、死を吟じることなく、ただ吠えるばかりだ。うちらずっと一緒よね。ねえ。時に残月、光冷ややかに、白露は地に茂く。時間を渡る冷風は、すでに暁の近きを告げていた。なぜこんな運命になったか。心当たりがないわけでもない。臆病な自尊心と尊大な羞恥心。これが俺や周囲の人たちをも苦しめ、俺の外形を内面にふさわしい虎に変えた卑怯な危惧と努力を嫌う態だ。それが俺の全てだった。虎となり果てた今、ようやく気がついた。それを思うとたまらない。俺は昨晩もあそこで月に向かって吠えた。誰かにこの苦しみが分かってもらえないかと。天に踊り地に伏して嘆いても、誰一人俺の気持ちを分かってくれるものはない。ちょうど人間だった頃、俺の傷つきやすい内心を誰も理解してくれなかったように。めっちゃナルシシスト。うふふ。ようやく辺りの暗さが薄らいできた。木の間を伝って、どこからか行革が悲しげに響き始めた。もはや別れを告げねばならぬ。酔わねばならぬ時が、虎に帰らねばならぬ時が近づいたからと、李長の声が言った。最後にもう一つ頼みがある。我が妻子のことだ。彼らが飢え凍えないように助けてほしい。俺は死んだと伝えてくれ。わかった。喜んで引き受ける。心配しなくていい。本当はこのことを先に頼むべきだったのだ。それから帰りはここを通らないでほしい。君を襲うかもしれない。二度と会う気が起こらないよう、最後に我が醜悪な姿をもう一度見せよう。前方カッポの丘に着いたら振り返ってくれ。言われた通りに振り返って、先ほどの林間の草地を眺めた。元の草むらに踊り入って、再びその姿を見なかった。